栄養素をしっかり考えながら食べるっていうのがやっぱり大事かなと。ちゃんこ2杯目です。原因がすぐ見つかった。楽に跳ね返ってくるんだよ。あとリズムやらかしちゃう。体バランス取って我慢して動き寄せ、アウト動き寄せ。はい。アウト折り返せ。はい。下からさっきの片足スカットと一緒だよ。しっかり軸足体重乗っけて100もっと。12345678910。ほらアウト。管理栄養士の川端です。管理栄養士の免許とあとアスリートフードマイスターっていうのを持ってるので、今回ちょっと初めての試み、親方の試みってことなんですけど、力士の方々の栄養をサポートしていこうと思ってます。今度来られたのは、何回目でしたっけ？まだ2回目にはなるんですけど、だいたい週1回ぐらいを目安に皆さんの食事をどんな感じかっていうのを見ながら、あと一緒に食事を作ったりしてます。今日はちゃんこがスープ炊きで、あと、ニラ玉と、このホルモンの炒め物と、ほうれん草のナムルになります。ほうれん草以外もなんか入れたいんですけど、なんかこうタンパク質になりそうなごまと取り出し豚とじゃことかね。じゃこはないです。ツナ、ハム。なんかないかな。たけのこ入れちゃいますか？そしたら一緒に。これすごいね。多分普通のアスリートよりかは、もう食べる量があれだと思うんですけど、こうエネルギーをつけるためにはこうただ食べるだけじゃなくて、こうタンパク質とかなんかこうビタミンとかそういうのをバランスよく取るのがやっぱり大事なので、ちょっとそこをどんどん改善していこうかなと思ってます。相撲部屋って、ここだけですか？今のところここだけなってます。今作られてるのは？ほうれん草が結構たくさんあるので、ナムルをしようかなと思ってます。で、たけのこも一緒にたくさんあるので、春なのでたけのこも入れちゃいます。栄養素的には結構いい組み合わせなんですか？たけのこは多分食物繊維がたくさん入ってるので、なんていうエネルギーとしてもいいと思います。ほうれん草は鉄分とかそういう体を強くする、整えるエネルギーがたくさん入ってるので、ほうれん草はすごく普通に体にいいです。アスリート向けだとまたちょっといろんな違う感じになるんですよ。例えば
病気になられた方とかの栄養素だとよりやっぱりシビアにうん考えていかないといけないのではい大変です。でもやっぱアスリートはアスリートで大変で、はいタンパク質とかをこう人より多く取ったり、うんまたお相撲さんだったら、はい特に体を大きくしないといけないんですけど、こう食べるだけでもやっぱ体はダメなので、はいなんか栄養素をしっかり考えながら食べるっていうのがやっぱり大事かなと思います。力士の方々の健康診断の結果を見たんですけど、すごく塩分量が多いってことが分かったので、なるべく、ちょっと塩分を控えめにできるようにちょっと前田さんと一緒に考えてます。はいなるべくちょっとなるべくでもご飯が進まなくなっちゃうんで、そこはちょっとこう見ながら、はい白米いっぱい食べるためにはい結構塩分がやっぱりそうするとご飯がいっぱい食べれるとは思うんですけど、こうやってごま油とか、いちょっとだしとかを使ったらこう香りで美味しくなるので、食欲がアップします。なるほど。それ健康診断の結果とかも見た上で作られてるんですね。そうですね、ちょっと結構思ってたよりちょっとすごかったのでちょっと力士の方々もちょっと気にしてるみたいなので、はいちょっとずつ改善できたらなと思ってます。特になんか気になった力士とかいました？菊野城さんと菊龍鳳さんがそうなんですちょっとだいぶ結果が悪かったみたいなので結構彼らもちょっと落ち込んでたみたいなのでちそうょっとずつ改善できたらなと思ってます。久野城君とかはなんか野菜あんまり好きじゃないみたいなことをそうなんか玉ねぎとかなんか全般嫌いだって言ってたんでちょっとどうにかうまく好きになってもらえたらなと思います。でも好き嫌いとかって結構やっぱ難しいですかね。でも多分嫌いだけどそこまでそんな絶対食べないみたいなのはないと思うので、はいちょっと工夫しながらはいはい。かなと思ってます。でも声優君とかはこの前、はいなんか最近結構気にしだしてキャベツの大盛りのキャベツを食べたりとか。いやこの間栄養指導ちょっとみんなにした時にやっぱり結構数値に気になってたみたいで、すごい若いのにこの数値は結構危ないですよってちょっと私もビビらしちゃったところもあって、それでちょっと響いてたら嬉しいんですけど、でも真面目に聞いてるみたいでしたね。昴生さんとかもすごくやっぱ一番体が小さいので、はい大きくなりたいけどなかなか量が食べれないっていう悩みがあるので、なんかどうにかできないかなって私も考えてます。親方が実際やっぱり大きくなるために食べてって感じだったんですけど、はい糖尿病を患っちゃったっていうことがあって、やっぱ栄養は大事だってことを多分大事にされてるので、ちょっと答えられたらなと思ってます。確かにあんまり朝ごはん食べる習慣がないみたいなことをはい、言ってましたね、稽古前に。そうなんです。なんかやっぱ朝ごはん食べないと力が出ないというか、意識が糖質を取るとやっぱり集中力が高まるので、その分パフォーマンスも上がると思うので、ちょっとこの間は皆さんに朝ごはん絶対何かしらを食べてくださいっていうのを言いました。なので後で聞き取りをします。なんか社会人でも結構朝ごはん食べない人多いですけど、はい、やっぱりあんまり良くないんです全然良くないです。やっぱり面倒くさくて食べない人が多かったりとか、お腹が空いてなくて食べない人がいると思うんですけど、朝ごはん食べないのがやっぱ一番糖尿病とか生活習慣病につながるので、特に力士の方々は朝から動いてるのでそうですよね。
ってもらい食べてもらいたいなって思います。もともとお相撲とかってはい、よく知ったりとか。いやちょっと本当に私も全然勉強不足で、はい、ちょっとずつなんですけど、皆さんがどういう感じなのかっていうのを私自身も学ばせてもらってます。どうやって番付が上がるのかとかいう仕組みも全然知らなかったんで、そこからまずは知らないと、そんな偉そうに栄養のことなんて言えないなと思いながら。でもこれで実際に体大きくなってどんどん場所で買っていく姿を見ると嬉しいですね。嬉しいですよね。でまだ10代の方が多いので、まあ、ほとんど10代なんで、皆さんまだまだこれから体に関しては大きくなると思うので、まあ、そこに関わられるのはすごい嬉しいなと思います。フルーツは結構大事です。でもやっぱりビタミンとかは普通の社会人に大事なんですけど、こうタンパク質とかを吸収させて体作るための補助になる栄養素であるので、やっぱりそこはしっかり不足しないように皆さんに食べてもらいたいです。そこで呼吸する、力じゃないの、頭に血が上らないようにね、呼吸する。背にもっと巻いて、しっかりそこで呼吸するんだぞ。折りやすくない、落ちてない、復活の可動域出てないか、出てるでしょ、これが体作りだから、それをやんなきゃいけない。これでスタートしなきゃ、結構スタートしなきゃいけないんだよ。今ここの作ってても話にならないんだよ。これを上でストレッチの時間あるでしょ。8時掃除終わったら何時 ?7 時半ぐらい終わるでしょ。で8時45分までの1時間ぐらいあるでしょ。それを作んなきゃ怪我しちゃうわけ、これでやった方が絶対質上がるよ。アウト特に硬いんだから、それ反対系。そこで呼吸する、アウト持っていけ。摩擦とか柔らかいからする、別になんもないでしょ。そう、関節柔らかい方はね、全然これ苦じゃないのよ。前に行け、もっと前に進め、もっと前に行かんか、アウト。もっと行けって前に。次のこれさ、このハムスタリングみんな硬かったじゃん、後ろ。足首持って。これ、ちょっと下げすぎ。これ伸ばして、伸ばせ。もっと前に体重かけてみて、その先に体に体重かけてやって。15回やれ、15回。そう。で、こう押してあげて。そう、そう。肩甲骨の中に入れてあげて、下から。それで近くをぐーっと回って、こっちの手をぐっと引っ張って、背中伸ばしたでしょ。もう入れてくれ。もっと狙え、こっちに。背骨が柔らかくなったら立ちやすくなるとかさ、多分動きやすくなるとか、なんか感覚ない。楽になるでしょ。逃げないよ、回転、逃げないよ、ほら、逃げてんじゃないか、体。肩甲骨頑張って押し込んだって。こうさ、どっちに入れてる。こうぜ、こう。足の感がしっかり。集中しやすくない？しやすいでしょ。よく下げてみる。手の巻いて。そんな。反らないで。
ピッと伸ばせ、もうちょい伸ばせに、もっと下向いてみ、奥向いてみ、そう。肩甲骨伸ばして、ロック。ちょっとしっかり伸ばしてね、脇のところもしっかり伸ばせ。軽くなるでしょ。それだったら、なんかメンタルも、戦いのメンタルじゃない。昴生は、メンタル変わってこない。気持ちが変わるよね。だからそれで、そのが体作りだからさ。もう一回。肩周りったら、なんか思考も硬くなるよ。思考踏んでみ。上がりやすい。つなぎやべえ。いい塩梅に引くんだよ。周りに沿って引きつけるんだよ。お腹の中で肘を閉じて、あとそこにダートルがあったやん。ダートルであったそこに。50回、そんなやつから上がってきたら、軽いやつは100回だ。50回取れないやつはもう永遠に終わらないから。100キロのままは100回。いっちゃえ、誰でもいいよ。こっちに行ってよ。100回だよ、ってやつは。残念、はい、で。声優は100回。声優は100回。集中せよ。大丈夫、しっかり締めとけ。大丈夫だ。締めとけよ。もう一回最初からやり直しになってしまう。はい、いくよ。
50いった？50いった。はい、アウトいけ。無駄なところに力入ってる。身長低いからこう持たないと。10回。1、2、3、4、5、後ろ気をつけて。集中力がこう試されてるじゃん。1回で決めたらいい。アウト40回。じゃあ30回、アウト30回だよ。30回でもう終わろうとしてる。最後の50回。はい。50回。タイミングずれだ。5
さっきの後に上だったじゃん最初。違うんすあれは。あれ本当にこれむずいっすから。お願いします。おうまい。すごい。いや逃げたな。いやすごい。10回、あとすごっ。あと8回。足に鍛えられる。天才少年って言われるだけおる。あと6回、あと6回。その幅でしますね。あと6回。すごいな。すごい。こういうなんか回しつけずにやるトレーニング。いや初めてです。いや何回かトレーニングって感じの。はい。体の使い方。上がってやったよ。アントビは初めて。いやアントビも何回かやってます。2回目で80回ぐらい。80回。すごかったな。気合がすごい。なは重くて重いんや。普通のやつより結構重い。アントビ。何倍重いの7時起きだとですね、6時53分とかになんか目覚めちゃう。なんかわかる。あと7分寝れるやんみたいな。でも結局寝たら寝坊するから寝ね誰が一番寝起き？自分ですね。あ、そういう分からんか。す俺起こされますね。いや誰やろ。昴生が一番悪いですよ。起きないんで自分がアラームかけても起きないんですよ自分。なんかなめくじみたいにぬっちゃいやそれでお前時計携帯見てまた寝ようとするから。ぬっちゃって何？アウトは絶対うなってる。幽霊からいやマジで怖いのマジで。マジでです。すげえなんかこっちから見たらおもろいけどこれファン増えますね。これはファンがいると思う。これで増えたら昔からできた。昔もっとできます。へえ、すごい。多分ここから壁は全然いきます。マジで。すごいな。ハンドスプリングとかできるんじゃない？自分でもできます。ここ怖いです。これやったら怖いです。何がヘッドスプリングでもいけるっす。あ、すげえな。で中学校はでっかいマット引いてロンダートからバク転。へえ、できるんや。YouTube 使いながら。本当にめちゃくちゃ痛い。あ、悔しい。俺。悔しい。しょぼいよ、しょぼい。どうやってどういうことここへかちょっと落ちるの落ちるのなんで落ちないだろうな足でバランスなんかあら遠くから来いでもそうでマジで前に落ちる感じなんか虫いっぱいいる。いやもうダメだあもっと前もっと前もっと前そうマジで前転するほんともっと落ちるぐらいあ待って無理あやっぱりほらおお。すげえな。俺だったら多分ゼロ落ちてるなんかキャベツの潜入とかすごいいっぱい頑張って原因がすぐ見つかったとかそうですね。